ラガマフィン念仏者東の玉 with 山師山の大事な話。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。ラガマフィン念仏者の東の玉です。はい、一般人の山師山です。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい。はいはい。これどうですか？この画角ってどうですか？画角いいと思いますよ。なんかコメントも何か以前いただいてたような気がしますよ。なんかね、山師さんの、角度が素敵。ありがとうございます。そう。ちょっといろいろね試してみようかなと思います。同じ絵ばっかりだとね。そうですよ。飽きちゃうでしょうしね。そうですよね。はい。どうされてましたか最近は？数ヶ月前に久留米に帰った。おお、はいはい。今よくニュースでね。そうなのよ。出てますね、久留米ね。そうなんですよ。ね。その友達と昔話するじゃない。はいはい。昔話ね。そう。とかしたりとかね。どうしても昔の馴染みだとさ、そういう話になるじゃない。はい。そうか。まあいろいろライフありますね。ライフありますよ、それはね。ライフあるね。ライフありますよ、本当にね。まあこの40後半ねからね、我々ね、まあもうすぐ50。まあなんかこの5年間というかさ、45から50ぐらいの間っていうのはちょっとまたなんていうか一つのこのなんか大きな変化がね訪れるような時期に当たる人も多いのかもしれないですよね。そうだね。いろいろ心境の変化だとかね、そういうのも出てくるでしょうね。そうですね。そういうのを何の話しましょう今日。今日はね、ちょっと一つね、お話したいなというのは、まあ我々ねこの大事な話ということで、まあ私がねこのお念仏を喜ばせていただいて、このお念仏に出会ったことで、私が今こう感じているまあこのね安心感であったり、まあやっぱり一つはこの大きな喜びですよね。まあこれをね伝えていきたいなということで、まあこういう YouTube チャンネルをね、まあもちろん始めたわけですけど、やっぱりこのね念仏の教えというものはこのまあ世界にね広げていきたいと。念仏の教え、これ素晴らしいものだから、もちろんね日本浄土真宗って言ったらお寺で日本でっていうので日本が中心になってはいるんですけど、やはりねこれは本当にこう世界に届けるべき素晴らしいものだとね私自身はもちろんそう確信しているんですよね。だからそういうところを踏まえてですね、この念仏の教えというのはこの世界宗教にねこうなり得るのだろうかというようなところでねちょっと今日お話しさせていただきたいなと思ってます。でね、私がねやっぱりこのなんでねこの念仏の教えというのがこう世界宗教になり得るのかと感じるようになったかというのはね、やっぱりねこの私の恩師、ね、前回の参賀編でも少し紹介させていただきましたけど、久保幸雲先生がね、久保幸雲先生はそういう思い、そういう信念を持って海外布教というねことに今非常にこう力を入れておられるということで、もともとね6年半ほどブラジルでブラジルの浄土真宗の本願寺のお寺で教えを説いておられたと
でその後に帰国されて、まあうん日本にまあ住んでおられるんですけど、今ねちょうどそのまた一旦ブラジルにねこう戻られて、まあ1ヶ月半ぐらいかなの期間、まあ、この布教の旅、ブラジルでね出会った人たちに、またねこう教えをねこう説いていかれるという旅に今ちょうど出られてるんですよね。でまあそういうタイミングでもあるということで、まあ、私自身やっぱりまあその幸雲先生のねその信念とまあ情熱ですよね。この素晴らしいものをやっぱり日本だけにとどまらず海外にこう届けていきたいというね、その情熱にね非常にまあ感動してね、まあ共感して、で僕もね何かね自分自身もそういう思いで活動をねしていけたらいいなというところでねまあそれに賛同して今そういう気持ちが非常にこう強いというところなんですよね。はい。でそれでね今ねコーン先生がその、今ねブラジルに戻られてまた精力的に布教活動されているということで、このね何万ダブの教えというのがやっぱり世界宗教になり得るか、なり得るとしたらなぜそう言えるのかっていうようなことをね、私自身少し今考えてて、でまあまあ、じゃあ世界宗教って一体何なんだと、ねいうようなところからやっぱり話をしていかないとなと。そこを最初聞こうかなと思った。そうですね。そう、定義だよね。定義ね。はい。でね、ちょうどね、僕が好きでね、よく本をね読んでるんですけど、この本ね、これはね、ちょっと見えますかね。大峰明先生、お坊さんなんですけどね、お坊さんであり、哲学者であり、あと俳句もねされてますね。もう他界されたんですけど。そうなんですね。はい。で大峰先生が書かれた、今日の宗教の可能性というねこの本を読んでて、この中にねまあ世界宗教とまあ民族宗教ね、大きく分けてねこういうくくりをまあしたとして、じゃあその世界宗教というのはまあどういうものが世界宗教なのかっていうので、まあ仏教、もちろん仏教ね、キリスト教でイスラム教とかね、はまあ世界宗教にあたると、ね。で一つのまあその4つね大きなその世界宗教の特徴というのがまああると、大峰先生はこの本に書かれてて、でまずその一つ目は民族宗教にはね開祖がいないんですよね。なるほどね、なるほど、なるほど。まあなんというか要するにそのなんというかそこの土地にまあ根ざした人々がまあどういう何をきっかけにかわからないけどまあ信仰するに至ったようなまあものであり、まあだから神道というのもねある意味でこれは開祖誰が開いたというのはないじゃないですか。だからある意味で日本のその神道というのもまあ民族宗教にまあ分類されるだろうとね、大峰先生はまあこの本に言われてますね。でまあそれが一つね、だから開祖がちゃんとしっかりいるということ、仏教であればもちろんお釈迦様だし、キリスト教だったらまあイエス・キリストね、でイスラム教だったらマホメットとかね、まあちゃんとそれを開いた人がまあいますよということが一つね。で2つ目にまあ教義ですよね。教義とかやっぱ経典というのがあるというのがまあ一つ世界宗教のまあ特徴ですよね。ちゃんとね、まあ、仏教だったらもちろんその仏教のね経典というのがありますし、まあキリスト教であれば、まあ、聖書ねバイブルありますよね。イスラム教だったらまあコーランっていうのがまあありますと。ね、そうやって、まあ、ちゃんと教義経典がしっかりとあるというのがまあもう2つ目のまあ特徴だと言われてますね。でね、
まあ、3つ目の特徴としては教団があるということですね。だからまあもちろんその仏教にしろね、まあ、キリスト教、まあ、カトリック、プロテスタントね、まあ要するに社会の集団とは全く目的を意にした全然違うその宗教的立場からのまあその教団ですよね。だからもちろんそれが、まあ、国家権力と結びついてどうのこうのという、まあ、いろんなそういう、まあ、問題というのは、あるんですけど、まあ、一つの、まあ、村社会とかね、そういうコミュニティとは全く別に、例えば浄土真宗だったらその親鸞上人の説かれたこの念仏の教えをまあ聞くというそういう意味で集まったまあ人たちで、それはまあある意味でそこはオーバーラップするところもありますよ。その土地、村全体がそういう信仰しているというのもあるし、それとは別にもう本当にそういうのを信仰する人たちだけが集まって、まあ、それが教団になっていったという、要するに一般社会とは全然違う目的意識でそうやって人が集まっている教団がまあ成立しているということがまあ3つ目のまあ条件みたいですよね。はい。でこのね4つ目のところがね、僕は一番大事なことだと思うんですけど、4つ目はね、世俗を超えた真理というものに、向かっていくものであるというふうにまあ書かれている。でね、そこがまあ民族宗教と大きな違いだと言ってるんですけど、まあこれはまあどういうことかというと、まあ大峰先生はね、こういう言葉で書かれてるんですけど、まあ、この世の幸せとは全く次元の違う問題を、まあ、はっきりと、まあ、出しているということですよね。つまり要するにね、その民族宗教というのはどこまで行っても、例えば雨乞いをしたりとか、雨が降らないから雨が降ったら作物がまあ育つと、まあ、それはつまり要するに自分たちの生存に対しての何かこう利益になるようなことを願うというところで、まあ要するにこの世の話ですよね。この世の話、まあちょっと難しい言葉で言うと、まあ現世利益とね、仏教で言われるんですけど、まあ何かこの世をどのように人間がこう豊かに生きていくのかというところの問題にまあとどまっているのがやっぱりまあ民族宗教であり、でも世界宗教というのはそれをまあ超えたところに対してのまあ何らかの回答が示されているということですよね。でそれはまあつまりどういうことかといったら、やっぱりこの生死の問題ですよね。自分は今生きててね、いずれ死んでいく。でそして自分は死んだらどこへ行くのかとか、そういうまあこの世をまあ超えた大きな問いに対してのまあ何かね答えというか、そういうものがちゃんと示されているかどうか、それがやっぱり一つ世界宗教のまあ大きな特徴だと、ね。だからまあ、まとめますと、まず開祖がいるということですよね。で教義がある、そして教団がある、でその世俗を超えたものに対してのまあ何らかの回答というか答えを提示している、この4つがやっぱり世界宗教足り得るまあ条件とねいうふうにまあこれはまあ大峰先生がまあそう書かれてるわけで、これが絶対的な定義ですというわけではない、そうですね、とは思いますけど、まあまあなるほどそういうことかと、私も、その納得感がある、はいはい、そうです、定義ですね。そう、でじゃあ今のねその定義をこの我々が聞かせていただいている何万ダブのね教えにまあ当てはめていくとですね、まあ最初ね、もちろん開祖はお釈迦様ですね。これは何万ダブというのはもちろんこれは仏教ですから、お釈迦様が説かれたねことでまあ
それはまあ一つ目の条件満たしてますと。で、まあちゃんとしっかりした教義がありますよね。これは、我々のこの念仏の教えというのは、すごくたくさんある、その仏教で説かれているお経の中でも、まあ、主に大無量寿経というはいはいはい。ね、お経。これが、まあ、一番、まあ、メインの、まあ、お経になっているということで、まあ、ちゃんとした教義が、まあ、ありますということですよね。うん。で、まあ、教団がある。教団があるというのは、この何万ダブの教団というのは、このやっぱり、この本願寺を中心とした、まあ、それは大きな教団が、まあ、ありますよね。あるし、我々が、まあ、今ね、参加、まあ、我々がというか、私が今参加させてもらっている、この阿弥陀サンガという、まあ、これある意味でこの門法集団ですよね。まあ、これも一つの、まあ、形としては、まあ、教団と、ね、言えなくもない。ね。この間話したように、全知識がいて、で、その全知識のもとに、そのお話を、この何万ダブのね、念仏の信心のお話を聞くために、こう集まってきた人たち。で、それで形成されているということで、まあ、これはまあ、ある意味で教団と、まあ、言えるんじゃないかなと、僕はね、感じていますよ。ね。で、この一番大事なところ、この4つ目の、やっぱりこう世俗を超えたそういう大きな問い、大きな問題に対して、しっかりとしたね、答えが示されている。これはね、もう本当に、なんというか、もうこれが一番大事なとこですよね。それは我々はこの念仏何万ダブに込められたその功徳によって我々のような凡夫が死ぬと同時に仏にならせていただく。そして仏になってまたこの世界に戻ってきて、まあずっとねこうやって苦しんでいるあらゆる衆生をね、今度は自分自身がこう救いに行くこう働きとなっていくというね、そういうまあ死というものに対してのまあちゃんとした受け止め方、答えですよね。それがしっかりと提示されている、まあ、ある意味でちゃんとしたこう死生観があるという言い方をしてもいいかもしれないですよね。だからその4つのね、まあ、条件で言ったら、この念仏の教えというのは、まあ満たしていると思うんですよね。世界宗教になる。なのでだからまああとはね、やはり、じゃあそれをどうやってねこう世界にこう伝えていくのかっていうのがまあ問題になってくるところなんですけど、まあやっぱりね、なかなかこの浄土真宗というのは日本ではね、そのいろんな宗派あって、まあ浄土真宗のお寺が多分一番多いと思うんです。で、まあにもかかわらず、まあなんていうのかな、この何万ダブというお念仏はまあ聞いたことはありますわね、日本人の人だったらそれはね。でもやっぱりその何万ダブというのはそれは何なんだと言われた時に、まあそれが何か知っている人、もっと言うなら、まあそれがまあなんていうのかな、その仏である、その名号であり、このシャバ世界にこの仏が現れている姿であると、そのように受け止めている人というのはやっぱり非常に、まあ、少ないと思うんですよね。まあそうですね。まあ僕だってね、こういう話を聞かないと、ね、今理解できてるかって言ったらできてないとは思うんだけど、まあその触りぐらいはね、いろいろ話を聞いたりとかはしてるので、まあ日本人のほとんどの人は、ね、分かんないでしょうね。そうなんですよね。で、その何万ダブによって他でもないこの私ですよね。この自分が仏になるということですよね。
そういうところまでこう深く受け止めている。そしてそのことをすごくこう喜ばしていただき、そのことによってなんていうのかな、自分自身の死生観がもう完全に転換されましたよね。もう本当に。だからそういうそういうところの世界なんですけど、なかなかねそういう教えの一番そのコアな部分というのはあんまり浸透していない。日本の中だけでも浄土真宗のお寺たくさんあるけれど、なかなかやっぱり浸透していないというので、でもこれには素晴らしいもので、だって一切衆生を救うと言ってるわけでしょ。法蔵菩薩が立てた願は、ね、この一切衆生ですよ。だから何の差別もないあらゆる人間、そして人間すらも超えた全ての命ですよね。もうそれを全てことごとく仏にすると。でそういうルテン輪廻の苦しみの世界から救うとね、そういう願を立てられたわけですから、それはこの対象はね別に我々日本人だけというわけでもなく、この教えを知っている人だけが救われるというようなね、教えではないんですよね。でやっぱりねそれはじゃあなんでかと言ったら、どういうものを救うのかとねいう話になってくるじゃないですか。でそれはやっぱりこう我々人間は煩悩の塊ですよね。本当に煩悩しかないなと。やっぱり自分自身をこうね、仏法の教えに照らし合わせて自分を見ていったら、自分が日々やっていることというのはもうこれはもう煩悩をエンジンとして自分は行動したりしていると、もうそれしかないですよと。で、これはねもう万国共通なんですよね。別に日本人だろうがアメリカ人だろうがブラジルの人だろうがね、やっぱりみんなこう煩悩まみれの生活というかね生き様なんですよね。でそういうものを救うという教えですからもちろんこのあらゆる人が聞いて救われていく救いの話なんですよね、これはね。でそういう意味ではね本当にこの私は非常にこれはユニバーサルなものだと思ってるんですけど、どうやってじゃあそれを伝えていこうかということが大事な話になってくるんですけど、